我が輩は暇である。今日は休日だ。予定はない。ただ一つ気になっていることがある。先日玉ねぎを切っていて気がついた。包丁の切れ味が悪くなってきているのだ。研ぐか。砥石を水に30分ほどつけておく。しっかり水を吸わせたら表面を整える。粗めの砥石とこすり合わせて表面を平らにしていく。一度水で流す。一定の角度で一定の力を加えながら研いでいく。刃の位置を少しずつずらしながら研ぐ。ただ無心で研いでいく。刃の裏側に刃返りが出ているのを確かめる。刃返りが出たら反対の面を研ぐ。最後は刃返りがなくなるように力を入れずにこすりつけたら研ぎ上がりである。砥石は次回使う時のために面直しをしておこう。大根で試し切り。スッと包丁が入る。試し切りした大根はぬか漬けにしておこう。
我が家の冷蔵庫は小さいので、袋がかさばらないようにしっかり空気を抜いておく。最近、英語の勉強を始めた。英語の勉強は中学の1年生で諦めたので、今の私の英語力は中学生レベルにも満たない。バックパッカーの旅がしたい。世界にあるまだ知らないものを見てみたい。ふとそう思った。外は冷たい雨が降っている。体が温まるご飯を作ろう。顆粒だし、大根、ごぼうをささがきにする。木綿豆腐、豚肉、酒粕を入れてしばらく煮込む。豚肉から出たアクをすくい取る。具材に火が通ったら味噌を溶かしてもう少し煮込めば完成だ。長ネギを細かく刻む。刻んだら水にさらしておくといい。豚のロース肉、刺身を切るような感じで斜めにそぎ切りにする。
熱したフライパンに油を敷いて豚肉を炒めていく。酒、みりん、醤油はすべて同量。砂糖、とろみが出るまで火を通す。器にご飯とキャベツの千切りを盛り付ける。長ネギ、最後に半熟卵をのせる。きゅうりのぬか漬けは5日ほどしっかり漬けた。七味をかける。帯広風豚丼、白い酒粕の豚汁、きゅうりのぬか漬けの出来上がりだ。いただきます。寒くなるとこの酒粕の豚汁が食べたくなる。酒粕を入れると甘みとコクが増す。お腹の調子も良くなる。
この豚丼、煮詰めた甘辛いタレがとにかくご飯と合う。数年前、北海道をバイクで旅をした時にこの豚丼をよく食べた。テントで寝泊まりしながらの節約旅だったので、お店には入らずにキャンプ場で自分で作って食べていた。だからこの豚丼を食べると北海道の雄大な自然風景を思い出す。ごちそうさまでした。美味しかったな。ご飯が美味しいと感じられるのは幸せである。時折、誰かと一緒に暮らす幸せとはどんなものか、あれこれと想像することがある。独身でいることにこだわっているわけではないが、結婚することにも特にこだわってこなかった。そんなあやふやな考え方のまま、気がつけば40歳になっていた。この年齢まで独り身で過ごしてきたので、一人で過ごす幸せはある程度経験してきていると思う。誰かと一緒になりたいかどうかは正直自分でも分かっていない。ただ幸せというものは幸せの反対側に不幸があるというものでもない。目の前のことに幸せを感じられる感性こそが幸せになるコツなのだ。だから幸せをよく知っている人はどんな環境でも幸せに過ごす。少なくとも今私は幸せである。もしもこの先誰かと過ごす日々があるとしたら、どうかその日々も幸せなものであってほしい。